ユナイテッドペンギンキングダム。プロビンスから降格したもののちまちま改善し評判を上げプロビンスに復帰した我らのペンギン。同じ過ちは繰り返さない。評判を落とさず着実に街の開発を頑張るぞ。まずはプロビンスに復帰したので1万ポイントほど使い、施設関連を一気に開放しました。残るはバッジが必要なやつだけど、ツインソーラーパネルがないとかで無理系。探検で見つけて施設開放するまでお預け。フューチャーバッジは教育は達成できてるので、子供ペンギン30行けば開放可能。あと10話だしそのうち勝手に開放されるな。でトレードセンターの販売が開放できたので早速販売にチェック。金欠で開発滞ってたからマジありがたい。お次は建設途中だったストーンハウスを取り消して、新たに開放されたビラを建設。ストーンハウスよりでかいが2は多く住めて、幸福もプラス1、休憩速度も 10% ほど高くなるぜ。家には電気エネルギーも必要なので、こちらも新登場縦型風力タービンをご用意。範囲が広くて生産性も8上がる高性能。建設ラッシュ、ビルダー8棟増築。土方ペンギン募集中。そういえばプロビンスに復帰するの夢中で、ストーンハウス近くで見るの忘れてた。早くも旧世代の建物になった悲しい存在。公領区の業務改善できないかとちょこっと実験を開始。エネルギー施設の効果が重複するかお試し建設。ついでに新たに登場金属探知機を建設。金属探知機、新たな金属交渉を発見できる。これで金属がゲットできるんかな？そして空飛ぶトレーダーさんが到着。さあ我が町の特産品を購入するのだって買い取り価格安？数量1100出して270ゴールド、足元見られてるな。この世界なかなかデフレでゴールドの価値が高い模様。何はともあれ安定した資金確保ができるようになったぜ。さてストーンハウスをビラに建て替えっと。ちまちま改善入りまーす。資金も確保できたので、新たな冒険に出発。マネーの力で新たなマップを開放だぜ。そういえば星魚ステーションも紹介してなかったと思い出し視察。屋根から吊り下げられた魚をぐるぐる回し乾燥させる謎システム。全部がくっついて巨大な魚の塊になりそう。てか凍りそう。続いて完成したビラも見学。家前の池がセレブの証。最新の縦型タービンも完成して、ちょっと高級住宅街っぽい感じになってきたよ。このタービンは生産性8と高いし、重ねて効果あるなら使い方次第で化けそうだ。すっかり建てたの忘れてたヨガセンター、ペンギンたちからも人気なし。ヨガしてるペンギンが見たいのに。粘ってるけどなかなか使ってる姿見れず。糸かなし。でも隣のファイトクラブは大盛況。ペンギンめっちゃパンチしとる。これは、覚醒したファイターペンギン。声が怖えよ。やったーチャンプ狙えるよ。なんのだよ。いいよー、切れてるよ。こうしていつか来たるべきビーバーとの戦いに備え、ペンギンたちは戦い続けるのであった。嘘をつくな。この後もヨガペンギンを見たくて、粘ってたんだけど撮れたのはこの一瞬だけ。来場者が年数はしかいない貴重な映像。てか隣にあるのにこの格差がようわからん。ペンギンの生態調査がもっと必要だな。さて開発に戻りプロビンスハドルセンターを建設。集合できる数が150話になった。お次は映画館を建設。映画館、訪問の度に幸福ポイントが3上がる。こっそり電子機器製造してやがる、このインテリペンギン。動力の重ね掛けの影響がようわからん。生産量もともとどんぶり勘定だし実感がないぜ。などと思ってたんだけど、生産性の合計にカーソルを合わせると内訳が表示できました。ちゃんと重ね掛けできてるな。動力だけで生産性が18上がってるぜ。今後はこれのうまい使い方も考慮しましょ。だな。とりあえず既存の発電機を効果の高い、縦型風力タービンに置き換えしてきましょ。資源結構使うから在庫に注意。金属探知機のレポート、金属、10獲得しました。他の施設と違って、探知したら自動で取りに行って拾ってくる感じなのな。これ探検と同じで1件しか立てれないし、金属の入手は今後も商人さん頼みになりそう。思いのほか期待外れだったぜ。あら生産性のアップ、サイエンスハブにも使えるじゃないの。これは使える。右の島を、研究特化都市にするぞー。普段使わない施設置き場になってたけど、これでこの地も有効活用できそうだぜ。祭りの時間です。プロビンス復活で再招集要請きたー。前回同様みんなでダンシング。合格しなければ毎年呼んでもらえるっぽいな。
さあ皆の者を、研究特区を建設するのだ縦型風力タービン重ね掛けの効果が楽しみだぜ。完成まで暇なのでヨガペンギン訪問待ち。してたら探検者が表層等生産性プラス5解除。探検家のおかげで地味に効率アップ。電力重ね掛けサイエンスハブ、生産性が98に上昇。大倍近い性能になった。お次は邪魔にならないところに墓地を建設。墓地は公共幸福が10上がるので、どんな感じなのかお試しでございます。あるだけで幸福上がって評判上がるなら使える建物かもしれん。さて研究特区ができたので、古いサイエンスハブは解体しちゃいましょ。ここらにいい感じの空き地ができそうだな。そして研究特区が完成。これはなかなか立派な佇まい。研究ポイントは売却もできるし、今後の活躍に期待であります。はい、今年も年末になりました。皆様、ハドルアップの時間だいつの間にか年末にやるのが恒例になったぜ。はい、はけてこの終わった後のゾロゾロ並んで帰るの眺めると1年が終わったって感じするよ。評判もいい感じだったので、年老いたペンギンが寿命で亡くなる前に売却。ひでえな。6歳のペンギンを見たことないので、多分それぐらいが寿命と思われ。稼いだお金でタービン、建てまし。1機80ゴールドで何気に高いんだよなこれ。そんな中縦型風力タービンのタスクが来る。もうすでに9機設置済みなんだわ。このシャチちょっと強いかも。集落レベルが上がると敵が若干強くなるっぽい。年次報告です。今年は1位上昇して3位にランクイン。さっきのシャチ倒せてれば2位いけたな。でも首位にならないと王にはなれないし、王とは2000ポイント差でさすがにでかい。王になるにはもっと地盤固めが必要だな。年間目標は珍しく1つ達成。今年は評判が800の大幅上昇。なお、8月の祭りが300で年間目標達成が250。この2つだけで550だぜ。じゃあ11年目もせっせと開発に勤しみましょ。地道な改修で都市を強化だ。初期の風力タービンは 3×1 マスなので、1×1 の縦型が2機設置できるので建て替え。生産性2から16へ改善。これはレアなヨガペンギン。ついにペンギンがヨガをする神秘の世界が明らかに。探検者がセンターに帰ってきました。タイミング悪。帰っちゃった。トレーダーさんが来たので、売却。しかし1個あたりの単価が安いな。この中ならイカが魚や薬草の倍だし、売却する商品としてはいいのかな？まあ何かしら大量生産して収入を得たいぜ。てなわけでイカを大量生産しようと思い、トローリングドッグを建設開始。目指せイカ富豪。シャチに壊されないように表層灯をホイットな。お気に入りとなった縦型風力タービンももちろん設置。しれっと効果範囲に入るサイエンスハブも、追加で生産性アップだぜ。小型食品貯蔵も建設し、保管できる食料を指定して保管限界を以下多めに変更。これ系の施設保管できるもの指定できるやつだったのな。探検マップを追加開放。探索範囲がちょい拡大。探索で連れてきたペンギンとお勉強のできない子は、よそに売却だよ。この町の子ペンギンは勉強漬けでストレスすごそう。タスクが来たので時計塔を建設。時計塔、周囲の家の幸福度が上がる。で完成したのがこちらでございます。幸福度も重複するならこれ系いっぱい建てるのもいいかもしれんな。イカとオキアミの生産速度を検証中。結果ペンギンが休憩したりするのでわからない。終わり？建設した後若干忘れてた墓地。おい。しっかり公共幸福10が発生してる模様。これもしや墓地建てまくるだけで王様いけるのでは？墓地だらけの恐怖政治でもする気かよ。どうやら大人と子供で公共による評判は別枠なので、墓地一つで200評判が上がる。王様とは評判2000離れてるから、墓地100箇所建てないとダメだな。さすがに墓地だけでやるのはちょっとあれか。呪われそうだしやめとけ。じゃ地道に家をビラに建て替えっと。建てやすい場所から順次更新。そういえばトランスファーセンターって送るだけで普段使わないから、端っこに建て替えよう。ペンギン左遷センター、端っこに移転。左遷ではありません A 点です。絶対嘘だろ。研究特区思いのほか生産性良くなさそうとか思ってたんだけど、クーラーの設置忘れてた。安定のやらかし。はい、今年もハドルアップの季節となりました。もう1年経過か、あっという間だったな。では4位になって微妙にランクダウンしつつ年次報告を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。
なんだかんだで評判5000ぐらいを維持できるようになったペンギンたち。王との差は約2000。果たしてこの差をどう埋めるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。